そう、わかりますかね。おこげが出てくるんですよ。ほら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 、このおこげ。はい、どうも、料理のお兄さん、リュウジです。はい、いきなり来ましたね。思考シリーズでございます。はい、かなり試行錯誤を重ねたレシピになります。今回はですね、このベビースターラーメンを使ってですね、至高のもんじゃ焼きを、やりたいと思います。僕、もんじゃ焼きってすごい好きなんですよ。お好み屋さんとか行くと必ずもんじゃを頼んで、みんなで付き合いながら飲むのがものすごい好きなんですけども、イメージ的にお店で食べるもんだと思ってますよね、皆さんね。なんですけども、今回はですね、お家でホットプレートで家庭用に非常に作りやすくしたですね、至高のもんじゃ焼き、これね、びっくりするぐらい美味しいです。これから作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあですね、材料説明いって、いきたいと思います。まずですね、今回至高のもんじゃ焼きですので、僕が一番うまいと思ったラインナップにしてます。具材の要になるキャベツですね。はい、これは 250g。芯をちょっと取って 250g ぐらいですかね。明太子とチーズ。今回ね、明太チーズもんじゃです。僕の至高のもんじゃ焼きっていうのは明太子とチーズなんですね。この小エビと揚げ玉、鰹節と青のりです。で、あと薄力粉、ウスターソース、あと、お出汁がね、効いてるもんじゃが僕好きなので、白だしを入れます。お水ですね。油ですって。一番大事なのはね、ベビースターラーメンです。ベビースターラーメンの入ってない、ちょっとなまった。ベビースターラーメンの入ってないね、もんじゃ焼きなんてですね、氷が入ってないハイボールと同じです。味の要にもなります。はい。ベビースターラーメンってすごくね、味がね、ついててそのままでも美味しいぐらいなので、これは入れてください。オーソドックスなチキン味で、今回やっていきますので、これは、用意してください。早速調理していきたいと思います。まずですね、今回試行シリーズですので、最初にこれも開けちゃいます。はい。そして、こちら分量外になるんですけども、分量外の、ハイボールを用意します。ベビースターで飲むのがさ、めっちゃいいよね。ベビースターをつまみながら楽しくクッキングをしていきたいと思います。ということで、やっていきたいと思います。キャベツから切っていきましょう。芯をね、切り落とします。もうね、千切りしていくんですね、これね。もんじゃ焼き屋さんのもんじゃっていうのは、後でヘラで切っていくので、千切りなんですけども、これはですね、家庭用バージョンなので、千切りじゃない方がいいんですね。キャベツを最初から粗みじんにします。こんな感じでね、ザクザク切っていくんですね。こんな感じです。はい。ちょっとね、残ってるぐらいでも全然平気なのでね、3、4人前ぐらいは、できちゃうと思います。粗みじんで大丈夫ですので。こちら、ボウルにですね、薄力粉。これ 30g です。はい。これね、ちゃんと測ってくださいね。お水。こうやってやるとね、動いちゃうんだけど。でもね、全然平気。はい。もんじゃ焼きの場合はダマになっても全然大丈夫です。 300cc です。白だしです。大さじ1。ウスターソース。大さじ2半。これでベース完成です。混ぜたね、液体にね、もう入れちゃうんです、これ。もうここにね、全部入れちゃう。はい、揚げ玉ね。ここで、ベビースター入れちゃいます。お店で出てくるような感じになってるでしょ。今回ね、これで作っていきます。ではですね、やっていきたいと思うんですが、まずですね、これホットプレート今もう温めて、250度で温めてるんですけど、金属のヘラでやっちゃうと傷ついちゃうんで、今回は耐熱のシリコンベラでやります。シリコンベラがなかったら、普通の木ベラとか、プラスチックの耐熱のヘラとかでも全然大丈夫です。これもんじゃね。具だけね、焼いていきます。はい、こんな感じ。汁残しておいてください、これね。焼いていくんですよ、これね。油引きます。はい、こんな感じです。で、ちょっと炒めていきます。全体がね、ちょっとね、しなっとしてくるぐらいで大丈夫です。ここで完全に火を通さなくても大丈夫です。これはね、本当に美味しいです。もうね、ここに香ってくる香りだけでもますね。いろんな、味のある具材を使ってますので、結構ね、複雑な味わいになってますね。小エビとですね、ベビースターたっぷり入れるのがコツでございます。魚介の旨味とチキンの旨味がね、複雑に絡み合うですね、非常に美味しいもんじゃ焼きになりますんで、平べったくしていったらちゃんとね、しなっとなってくるんですよ。そしたらそれっぽくしましょう。からね、結構ね、大きくね、開けないとね、流れちゃうんですよ。料理研究家の腕の見せ所ですからね。これね、入れる前に必ず混ぜてください。真ん中をくるくるさせながらね、ここはね、とろっとするまで加熱していきます。結構ね、とろっとしてくるんですよ。薄力粉の効果になりますね。これうまいから、これもうかなりね、何回もやってやっとできた配分です。
もうここがとろっとしてきたらもうね全体混ぜ込んじゃって大丈夫です。はい、全部ね混ぜちゃってください。これねで、広げていく。焦げたところ食べるのが美味しいので、なるべく、ね、薄く広げてください。この時点になったらちょっとね温度下げちゃっていいです。さっきまでね250度高温でやってたんですけども、ちょっとね加減しましょう。で具材とかはねこれねお餅とかね途中で加えても美味しいですよ。こんな感じですかね。ピザ用チーズはねもんじゃに合うんですよ。これもう全体にバラバラっとね、やっちゃってください。明太子、これね明太子の辛みが苦手なお子様とか食べるんだったらたらことかでもいいんですよ。でこれはねパラパラと、これほぐしたもんなんですけど、あまりね火が入りすぎないようにしてます。この状態で鰹節いっちゃいます。鰹節ね結構ねたっぷりめにやっていただいていいです。とつかみちょいかな、結構お好みなんですけどね。青のりも全体にバラッとたっぷりかけましょう。はい、そしたらですね、こちらで、至高のもんじゃ焼きの完成です。はい、それではできましたので、もう絶対うまいだろこれ。いただきたいと思います。いただきます。鉄のヘラだと傷ついちゃうので、シリコンベラとか木のヘラとか、食べるときに使ってください。はい、ちょっと焦げたところね、いただきます。最高だぜ。何度食べてもうまい。味付けがもう最高ですね。ウスターソースと白だしを使ってるんですよ。そのベースにですね、小エビとですね、鰹節、あと明太子のうまみが、効いてるんですね。特にですねこのベビースターのね味効いてるんですよ。これねもんじゃ焼きに合うんですわ。うまっ。これねハイボール止まりませんよこれは。でこれでもね美味しいんですけども、ここでさっきね僕がおつまみで食べてたこのベビースターですよ。ただ単に食べたくて食べてたと皆さん思うでしょう。違いますよ。ちゃんとこういう使い方がある。後掛けすることによってね、このベビースターのパリッとした食感もこのとろっとしたもんじゃに加わるんですよ。思い残すことはないわ。食感が加わるとまた全然違った味わいになりますね。でやっていくとですね、ここら辺そうこう言ってるうちにずっとね鉄板は熱されてるので、ほらこうやってね、こう分かりますかね、こうお焦げが出てくるんですよ。ほらこのお焦げちょっとパリッとしたところにまたさらなるパリをね乗っけて、これですよ。これはねあくまでベースなので、トッピングとかはいろいろ変えていただいても全然大丈夫です。ベビースターもいろんな味があるので、いろんな味で挑戦するのも面白いかもしれないですね。今回は明太子とチーズでやったんですが、お餅入れてもいいし、ちょっと刻んだ豚肉でもいいし、シーフードミックスとかでもいいですよね。無限大ですよ。これ本当にうまいよこれ。食卓に置いたらねすっごい華やかになってみんなで楽しめるパーティーメニューですよね。ぜひご友人とご家族とこのもんじゃいろんなバリエーションで楽しめますので、ぜひやってみていただきたいと思います。